どうも、マインドオーガナイザーのクーです。論理的思考を劇的に高める方法参戦。まず一つ目ですね。プレップ法による思考のパッケージ化ですね。論理思考っていうのは、矛盾なく物事を順序立てて、すっきり、整理しながら考える思考法ですね。論理的な思考が身につくことで、相手に説得力のある、相手に伝わりやすい、分かりやすい話ができるようになります。で、1個目ですね。プレップ法というのは、いわば思考のテンプレートですね。この通り作れば立派な建物が建ちますよみたいな、設計図の基礎みたいなものですね。で、このプレップ法っていうのは、分かりやすく誰でもロジカルな文章を組み立てやすいので、世界中で爆発的に流行ってる、論理思考のテンプレートと言われてますね。内容としては、プレップの頭文字はポイント、reason、example、ポイント。この4つの頭文字から取ってるんですけど、ポイントというのは結論ですね。結論を話して、その理由とか根拠を話して、具体例を話して、さらに要点、そのまとめたものを話す。つまり結論を先に話して、その理由とか仕組みとか根拠を話して、さらにそれをイメージしやすいように具体例を話して、さらに話した内容をまとめて結論を、つまりこういうことだっていうのを最後にまたズバッと言う。こういう流れですね。私もよく参考にしてブログとか、こういう YouTube 喋るときも意識して使っております。すごく便利ですね。人間の脳っていうのは極端に迷うことを嫌います。なんかごちゃごちゃして分かりづらいのを嫌うってことですね。つまりは。で、逆を言うと、分かりやすくてすっきりしててシンプルなやつほど、好むということですね。考えてみたら当たり前のように聞こえるかもしれないですけど。で、最初に何の話かっていうのを明確に提示することで、ストレスなく情報を処理できるようになります。例えるなら、カーナビで先に目的地を設定してから、ルートを案内するようなものですね。先になんか目印、目的地やって、その主要な目印を説明して、そこの目印をたどる道を、案内していくっていうことですね。そうすることで道順が分かりやすくなる。そんなイメージですね。なんでまずは結論を話す。で、その結論の根拠、理由を話す。で、それをイメージできる具体例を出す。で、最後要点、つまりこういうことだっていうのをまとめる。この4段階、たったこれだけですね。使いやすいので、ぜひお試しあれ。で、論理的思考を劇的に上げる方法。2つ目が、クリティカルシンキングを使うですね。これも有名ですね。クリティカルシンキングとは何かと言われたら、批判的思考。日本語に直すと批判的思考って言われるんですけど、何かを考えるとき前提条件を疑うとこから始めるですね。本当にそうなの？なんでそうなの？どういう仕組みみたいなね。情報をただ鵜呑みにするんじゃなくて、根拠はみたいなね。たまにいるじゃないですか。それデータあるんですか？根拠は？理由は？みたいな。ソースはどこみたいなね。ソースってのはとんかつソースじゃなくて、情報源のことなんですけどね。何を言ってるんですかね、私は。はい。それはまずどうでもいいんですけど。で、このロジカルシンキングの弱点っていうのは、順序立てて説明して分かりやすくしていくっていうのはロジカルシンキングなんですけど、そもそもの前提条件が間違ってると、その積み上げてきたもの、結論も間違えやすくなるっていう弱点があるんですね。土台がグラグラだったり、出発点、向かうべき方向が間違ってたら、どんなに綺麗に積み上げてても、間違ったものというか、崩れやすいものができてしまうっていうことですね。なんで、そのロジカルシンキングの論理が破綻しないように、一番大事な土台になる、前提条件を疑うっていう思考を身につけるのが大事ですよっていう話ですね。で、何かを思考する際には、そもそも本当にこれは合っているのだろうかっていう仕組みとか根底、前提条件から疑う癖を身につける。そういう自らに対する質の高い問いをすることで、より質の高い論理思考ができるようになります。ぜひお試しください。そして、ロジカルシンキングを劇的に高める方法、3つ目ですね。システム2の意図的な起動ですね。で、3つ目は脳の論理的思考のシステム、神経回路というか、思考回路ですね。思考をするときに使う脳の回路の順番。出発点があって中間地点があって道をたどってゴールがあるんですけど、思考の流れもそれと一緒ですね。ある出発点があって、いろんな経路をとって結論にたどり着く。で、その思考の流れで有名なのが二重過程理論ですね。これはノーベル経済学賞を受賞した、大天才、ダニエル・カーニマンという心理学者がいるんですけど、その博士が提唱した人間の思考に関する理論ですね。で、人間の認知のプロセスというのは直感的に決めるシステム1
と論理的にじっくり考えて決めるシステムに、要は人間の意思決定、何か物事を判断して決めるときに直感と論理がどのように作用し合うか、そういうのを多数の実験で分析した内容になっております。で、人間の脳っていうのはすごいエネルギーを食うので、どうでもいい情報というのは素早くより判断して、脳のエネルギーを無駄遣いしないようにっていうのがあるんですけど、あとは素早く反応するために、ルーティン通り、こうなったらこうするみたいなね、条件みたいな、生き残るための条件っていうのはシンプルで素早く反応できる方が、生き残りやすいので、そういう直感的に、考えなくてもすぐに判断できるシステム1ですね。っていうのが主にあって、で、新しい出来事とか、じっくり考えること、論理思考を使う、じっくり考えて決める、論理思考ですね。これがシステム2ですね。この2つのモードが主に物事を判断したり思考したりするときに使われる、思考回路というか、そういうのが脳の仕組みとしてあります。で、この論理的思考っていうのは、じっくり考える分、脳のエネルギーを消費しやすいので、脳疲労が溜まっているとき、疲れてるときとか、集中力を消耗し続けて、エネルギー不足になっている時ですね。には、このシステム1、よりエネルギー量の少ない直感的に決めるシステム1が働きやすくなってるんですね。なんで、初めてで知識も情報もないのに、直感だけで決めてミスったりすることが多いので、じっくり考えて分析するシステム2を起動させる必要があるんですけど、それを強制的に起動させる方法、なんだと思いますか？簡単ですね。紙に書き出す。たったこれだけですね。書き出すことによって、客観的に情報を分析する、論理思考2が、自動的にというか、強制的に起動しやすくなります。あとはゆっくり話してボイスレコーダーに録音して聞き返すとかでもいいですね。要は客観的に物事や情報を見ているときはシステム2が使われるので、その客観視するためですね、に情報を視覚化していく。要はこのシステム2を使うには、物事を客観視するような仕組みを使うのが大事ということですね。それでシンプルで分かりやすいのが紙に書き出すですね。結論、根拠、具体例、要点をまとめた結論、プレップ法で喋る、前提条件、そもそもこの情報は合ってるんだろうかっていう前提条件を疑うクリティカルシンキングですね。で、3つ目が、直感と論理で、直感有利なのを強制的にシステムに、論理思考に切り替えるには、一番簡単なのは情報を紙に書き出す、ボイスレコーダーに録音して聞き直すとかでもいいですね。あとは人と話し合うとかでも、客観的な意見をもらうとかですね。とにかく客観的に情報を分析する。この3つが論理思考を劇的に高めるには有効です。なので、ぜひ計画を立てたり、重要な判断するときには、この3つの手法を使ってみてください。このチャンネルでは、このように脳を鍛える方法を随時発信しております。よかったらチャンネル登録して他の動画を見てやってください。ということで、また会いましょう。マインドオーガナイザーのクールでした。またね。